ブルージェンのノーラです。本日もオンラインストアでアップされた商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のお問い合わせの方はベルギー人ウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が12月の5日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらタグの方がこちらのタグになっております。サイズ表記ですね。この真ん中の L 表記っていうのは薄く見えますね。でワドワイザーの総柄ですになっていてリンガーティーの形ですね。で素材としては50/50のものになっております。特に目立った、ダメージというのは見られないんですが、薄く全体的にですねちょっとした汚れがあるかなっていうところです。本当目立たないぐらいです。で L 表記だとお伝えしたんですけれども、着丈は結構残ってはいるんですが、幅がちょっと僕だとぴったりっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグの方がこちらチェンジスのタグになっております。サイズ表記はこちらも薄くなってますが L 表記になっております。白ボディにレンとスニッピーのプリントの T シャツになっております。でこちらも状態としては特に目立ったダメージなどもなくいい状態かなと思います。サイズ表記も L 表記なので、この辺は僕もちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらが、タグの方がオールスポーツのタグになっていて、サイズ表記は L 表記になっております。白ボディでこちらお猿のジョージのプリントですね。汚れがですねところどころこういった感じで残っている状態にはなってしまいます。でこちらいいのは、裏面もですねプリントが入っているっていうのがいいかなと思います。裏面の方にもところどころこういった感じで汚れが少し残ってます。でオールスポーツの L 表記というところですが、僕はちょうどよく気持ち大きめに着れるようなサイズ感です。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツの方がタグがこちらフルーツオブザルームツルタグの方ですね L 表記になっております。白ボディにこちらマックのプリントですね。こちらのしても状態として少し汚れがところどころあるっていうところですね。こういった感じですね。でこちらも裏面にもアップル入っております。いいですね。でこのツルタグのフルーツの L 表記なので僕は私物とかでも何枚か持ってますけどちょうどよく着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いてフレックス兄さんですね。タグの方はこちら欠損しております。で黒ボディにフレックス兄さんのプリントが大判で入っております。で黒ボディっていうところでちょっと全体的に退色などはしておりますが目立ったダメージなどは見られないです。タグもついてて表記もあったとしたら、XL は間違いなくあるかなと思います。僕でもかなり大きめに着れるゆったりとしたサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツがタグがこちらの方ですね。サイズ表記は XL の表記です。50/50のボディですね。で黒ボディにこちら、レイダースのプリントがラバーで入っております。でこちらも状態としては特に目立ったダメージなどもなく綺麗な状態です。でサイズもいいですね。 XL というところなのでかなり大きめに僕もゆったり着れます。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いてこちらもレイダース、こっちかっこいいですね。タグの方がこちらのタグになっております。チャンピオンのタグになっていてサイズ表記 XL の表記です。でこちらも素材としては50/50のボディですね。で黒ボディにこちらもラバーのレイダースのプリントが入っております。でこちらも特に目立つ感じは見られないですね。いい状態だと思います。でサイズも XL なので、僕もゆったり大きめに着れるいいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてアーミーシャツですね。こちらタグの方がこちらです。サイズは15ハーフの33という表記ですね。で、いわゆる普通のアーミーシャツなんですが、肩もダブルステッチで脇もダブルステッチ、そしてワッペンもあってっていうところですね。文句ないと思います。程度としても特に大きなダメージなどは見られないです。ちょっとこういった本当ちょっとしたスレぐらいですね。でサイズも15ハーフっていうところで、憂鬱の状態ではあるのでちょっとした縮みは出ていますが、僕も、T シャツ1枚とかで着れるようなサイズ感です。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてネイルシャツを1枚紹介します。
ちらビッグマックの、サイズが L 表記になっております。でベースの色はベージュになっていて、ブラウンと黒と緑のあと白もですねチェックで入っているパターンです。ユーズの状態ではありますけども、それでこういった汚れとか多少あったりしますが、着用に困るようなダメージなどは見られないかなと思います。でサイズも L 表記なので、僕は気持ちゆったりできるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグはこちらになっております。かなりもうかすれちゃっていますが、アーテックスのボディです。で5050のボディですね。80年代頃のものになるんですが、マスタードからし色の色味にスヌーピーのラバープリントが入っております。いいですね。細かく見ていくとちょっとした汚れところどころ、袖口の方とかですね、こういったところとかあったりはするんですが、映像で伝わるかどうかってぐらいの本当目立たない感じのものになっております。でサイズ表記 L 表記ぐらいですかね。僕でも着用自体はできるんですが、ちょっとピタッとなるかなっていうサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットですね。タグはこちらも80年代頃ですかね、 XL の表記になっております。白ボディに、シベリアンハスキーのプリントになっております。T シャツとかでも多いんですけど、この犬シリーズ多いんですけど、スウェット珍しいと思います。で、白ボディというところですが、かなり綺麗な状態です。サイズも XL っていうところなので、僕も気持ち大きめに着れて需要は多いところかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットなんですが、タグはこちらアーテックスのものになっております。サイズ表記は L 表記ですね。5050のボディで白ボディにラバープリントでエアボーンのプリントが入っております。いいですね。人気もあるところかなと思います。で目立ったダメージはないんですが、この袖口の方ですね、ちょっと本当細かいとは思うんですけど、こういったピンホールがあるっていうぐらいです。でサイズも L 表記というところなので、僕はそうですね、ゆとりを持ってっていう感じではないですけども、着用自体はできるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットです。今日多いですね。タグの方はすいません、欠損しているところです。ネイビーボディにフロッキープリントで3段入っております。いわゆるカレッジのプリント、いいですね。でタグこそ欠損はしていますが、このボディの感じすごいまだあんまり水が通ってないっていう感じのいい状態です。サイズ表記あったとしたらこちらも L 表記ぐらいかなと思います。僕でギリギリ着用ができるのかなっていうぐらいのサイズ感ですかね。こちらもお値段7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーですね。タグはこちらついてはいるんですが、もう読み取れない状態にはなってしまいます。こちらもネイビーボディです。でこちらプリントはこちらはラバープリントになっております。状態としてはこういった色焼けですかねとかが細かくあったり、こういったこの辺ですね、擦れてるところがあったりっていう状態にはなってしまいます。ただ大きなダメージは見られないですね。こちらもでサイズ表記こちらはそうですね、ミディアムぐらいなのかなと思います。ちょっと先ほどのものとかよりは気持ち小さいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。こちらタグの方はこちらアディダスのこちらも80年代頃ですかね、 L 表記になっております。でパーカータイプでフードと、リブとポケットがネイビーのツートンですね。でラバーでトレフォイルも入っております。でこちらも状態として特に目立つダメージはないですね。パーカーの紐もついていて本当いいと思います。でサイズ表記が L 表記っていうところですね。僕もそこまで、激しい縮みは出ていないので着用自体はできるっていうサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらもパーカータイプです。タグは E タグですね。ヘインズの L 表記になっております。こちらも5050のボディですね。でもこのタグの感じで伝わるかどうかわからないんですけど、もうめちゃくちゃ程度いいです。ワンウォッシュだと思います。で鮮やかなグリーンの色味にこちらもラバーのプリントで3段入っております。パンサーのプリントかっこいいですね。紐もついていていい状態です。
ほんとピンピンですね。でサイズも L 表記というところですが、本当にワンウォッシュなんだと思います。全然縮みも出ていなくて、僕でも気持ちゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらがラルフローレンのパーカーになるんですが、タグがこちらの方になっております。ちょっとそこまでオールドものではないんですが、雰囲気かなりいいと思います。 L 表記になっていて、まずフード紐付きっていうところですね。で前 V ツートン、そしてステンシルも入っています。プリントも入っていて、そしてセパポケ、このリブもツートンですね。ラルフの本当、ヴィンテージのディティールを使用しているあたりがかなり出ていていいかなと思います。程度もかなりいいですね。でサイズ表記も L 表記というところですね。僕も大きめに着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらセーターの紹介です。タグがこちらの方になっておりますね。スコットランド製のもので、サイズ表記はこちらですかね、42っていうところですね。で 100% ウールのものになっております。でこちらそうですね、いわゆるノルディック柄って言っていいんですかね、こちらの方も。ただ色味がかなり珍しいと思います。そして程度もかなりいいですね。特に虫食いなどもあまり見られないような状態です。でサイズ表記42っていうところではあるんですが、僕もぴったりっていうぐらいのサイズ感で着用できるサイズだと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらはコットンタイプですね。ラルフローレンのこちらのタグです。サイズ表記はこちら M 表記になっております。47% コットンの47% リネンで 6% シルクっていうところです。ネイビーボディにこちら、もう定番ですね、清浄機が入るタイプのものです。で程度としてもかなりいい状態です。特に大きなダメージなども見られないですね。でサイズ表記自体はミディアムではありますが、そこまで縮みも出ていなくて、アームとかかなり長い感じです。僕でも気持ちゆったり着用ができるぐらいのサイズ感になっております。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてリバースビューの紹介ですね。タグの方がこちら90年代の XL 表記になっております。で濃い紫ですねの目付きのタイプになっております。でこちらちょっと中央の方ですね、こちらの方に薄く色焼けがしてるっていう状態にはなります。さほど目立つ感じではないのかなと思いますね。特にそれ以外大きなダメージとかは見られないです。サイズ表記も XL というところなので、かなり需要は多いサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いても目付きのタイプですね。こちらも90年代刺繍タグの L 表記になっております。でこちらグリーンの目付きのタイプになるんですが、こちらのグリーンって結構珍しいパターンかなと思います。ところどころ色あせとかしてはいるんですが、大きなダメージなどは見られないです。でサイズ表記も L 表記なので、僕もちょうどよく着れるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方はこちらも90年代刺繍タグの XL 表記になっております。グレーボディにラバープリントで2段入っております。クリスマスカラーですね。この時期ちょうどいいんじゃないですか。で程度としても特に目立ったところはなくいい状態です。でサイズ表記 L 表 XL 表記ですね。なのでこちらも僕は大きめに着れるいいサイズ感です。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントものです。90年代刺繍タグの L 表記になっております。状態としてこちら首元ですね、ちょっと、スレがあるっていうところです。でネイビーのラバープリント2段入っております。本当首元がっていうぐらいで、特に他は、状態の悪いところは見られないです。で L 表記なので僕はちょうどよく着れるいいサイズ感です。お値段が15,800円に消費税になります。続いてこちらも90年代刺繍タグですね。 L 表記になっております。でグレーボディにこちらもラバープリント1段ベントレー入っておりますね。でこれに関してはめちゃめちゃ程度いいと思います。いいですね。でサイズ表記も L 表記なので、僕もちょうどよく着れるサイズ感です。
お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらいいですよね。プリントタグですね。トリコタグ、80年代の XL 表記で、もうこのステッチでお気づきだとは思うんですが、この木が、ピンクのパターンのものですね。でグレーボディにこちらもラバープリント入っております。普通のステッチとかこの辺のステッチとかも、ピンクになっていて、普通のグレーとちょっと差をつけたい方にはかなりいいアイテムかなと思います。目立ったダメージなどもなくいい状態です。でサイズ表記も XL っていうところですね。僕も大きめに着れるいいサイズ感です。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてネイビーボディですね。こちらも90年代刺繍タグの XL 表記です。ネイビーボディにイリノイのプリントラバーで1段入っております。プリントの感じ見ても全然割れてなくて、めちゃくちゃ程度いいのが伝わるかと思います。バッグも無地でいいですね。でサイズ XL なので、僕は大きめに着れるいいサイズ感です。こちらお値段15,800円に消費税になります。続いてパーカータイプを1枚紹介します。こちらタグの方が90年の刺繍タグで WXL の表記です。でこちらフードの入り口ですね、ちょっと擦れてて少し刺さってます。こちらの方もところどころ擦れが出てますね。でラバープリントでノートルダム1段で入っております。でポケットの付け根あたりはそこまでダメージなどは来てないっていう状態です。またこういった感じでちょっとしたリペアとか少し汚れがこの辺とかにもあったりとかしてっていう状態にはなってしまいます。で WXL なので、僕はかなりゆとりを持って着れる大きいサイズ感になります。こちらでお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてジャケットの紹介ですね。こちらラルフローレンのジャケットになります。こちらのタグでサイズ表記はミディアム表記になっております。でフルジップのタイプで、フードもついてるタイプです。で黒ってところがいいですね。で胸の方にポニーが白のポニーです。いますね。でところどころそうですね、少し色焼けなどしている場所はあったりしますが、大きなダメージは見られないです。でミディアム表記というところではあるんですが、気持ち作りは大きめですね。僕で T シャツ1枚でちょっとピタッとなるかなっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらのものなんですけれども、タグがこちらのエディ・バガーの黒タグですね。80年代頃のものがついております。でジッパーの方はこちらの YKK がついております。でダウンジャケットにはなるんですけれども、すみません、ボタンの刻印はこちらの方ですね。で、状態としては特に目立ったところも見られず、本当に汚れとかも特に見られないというところですね。いいと思います。でサイズ表記がちょっとないんですけれども、あるとしたらL 表記ぐらいかなと思います。僕でも全然着用自体はできるっていうサイズ感です。これからの時期に本当使える1枚かなと思います。お値段の方がこちら19,800円に消費税になります。続いてこちらが M51 のフィッシュテールパーカーですね。でサイズ表記のはこちらにかなり薄くなんですけど、こちらです。ラージ表記っていうところが読み取れます。で、ライナーもついてるタイプですね。で状態としてなんですけれども、この辺ですね、サビ汚れが正直目立つ感じにはなっちゃいます。でこの辺にもそうですね、ちょっと汚れから少しダメージにつながっているところがあったりはします。またその分お値段にかなり反映してますね。で裏面に関してはこういった感じです。裏面の方も少しですね、この背中のあたりだったりとか、あとはこの辺も気持ち汚れがありますね。でラージ表記というところなので、僕はかなりゆとりを持って着れる、多分ほとんどの方は着用できるサイズ感かなと思います。汚れの分かなりお値段お安めです。お値段が25,800円に消費税になります。続いてリーバイスのボアジャケですね。タグの方はこちら古い方の70年代頃のものです。サイズが46、いいですね。で赤タブもしっかり残っております。
そしてデニムの色味もかなり濃いですね。でアームのところに関してはちょっと色落ちが始まってるっていうような段階です。これから楽しいところだと思いますね。で状態として全然ダメージもなくいい状態です。でサイズも46なので僕も大きめに切れて、この辺は今時需要が多いサイズ感かなと思います。お値段の方がこちらが12,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介ですね。こちらはミリタリーのチノパンになるんですが、こちらインジですね。ウエスト34のレングスがこちら31ですかねっていう表記になっております。ではベルトループも細くてしっかり古いものですね。でボタンフライになっております。いいですね。で状態として股下とかちょっとしたスレはあるんですが全然まだ履ける状態です。でレングスの方に関してもこちらも、全然まだまだいける状態ですね。実寸のサイズの方がこちらウエストが30インチのレングスも30インチっていうところになっています。股上は深いのでレングスはもう少し、普段デニムとかだと32インチぐらいで履かれている方がちょうどいいサイズなのかなと思います。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてレギュラーの501になります。パッチの方がこちらですね。ウエストの方が35インチ、レングスが32インチの表記です。で赤タブもしっかり残っております。で程度ですね。こちらの方は、股下全く問題なく、レングスの方もこちらしっかり当たりも出ててオリジナルのものになっております。で実寸のサイズの方が、ウエスト34インチ、レングスが30インチ、結構縮んでますね。逆にバランスいいサイズかなと思います。3430、お値段の方がこちら12,800円に消費税になります。続いてこちらもアメリカ製の501ですね。パッチの方がこちらです。ウエストが32インチ、レングスも32インチです。赤タブもしっかり残っております。でこちらに関しては、色が残っているところかなり残っていてメリハリがすごいはっきりしてますね。で状態としては、股下は全く問題ないんですけど、裾部分ですね、こちらの方がこう折り返して履いていたっていう跡が残ってるっていうぐらいですね。ちょっとこの辺が擦れてるって感じです。またレングス自体はオリジナルのものですね。で実寸のサイズの方がウエストが31インチ、レングスが30インチっていうところですね。これ履ける男性は本当持っておいてもいいと思います。この色味なかなか出てこないと思いますね。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらはジッパータイプです。505になります。パッチの方がこちらですね。ウエストが36インチ、レングスが30インチです。で赤タブも残っております。でこちらこっちのタグですね。しっかりアメリカ製の表記も残っております。で505、こちらも色味いいですね。で程度としても股下もステッチなど全く抜けていない状態です。でレングスもこちらオリジナルのものですね。で実寸のサイズの方が、ウエストが34インチ、レングスが30インチってところですね。この辺も履ける男性は逆にやっぱ505、501よりは球数全然少ないです。いいですね。お値段の方が9,800円に消費税になります。続いてこちらもジッパータイプなんですけれども、509っていう品番ですね。パッチがこちらのレザーのパッチになっているものです。でオレンジダブしっかり残っております。で内側の方を見ていただくと分かるんですけども、この向きですね、509の品番があって、84年12月のものですね。しっかり古いものですね。で状態としてもなんですけど、股下擦れてるところは多少あるんですが全然まだまだ履ける状態です。でレングスがこちらちょっと上げられてるっていうところですね。ただ当たり自体は出てるので割と早い段階で裾上げされてるっていうところだと思います。で実寸のサイズの方がウエストが34インチ、レングスが31インチです。この色味、球数としても本当少ないですっていうところで全然、気になる方は行ってほしいところですね。
お値段の方がこちら9800円に消費税になります。続いてスニーカーを1足紹介します。こちらもこの箱付きの状態なんですが、ワンスターローファーですね。で箱ちょっと1回置かせてもらいます。こちらインソールの方こちらになっていて、しっかり90年代の古いタイプです。でこちらなんですけども、もう箱付きっていうところであれなんですけど、デッドストックの状態です。ヒールパッチも全く減っていないっていうところですね。めちゃくちゃいいと思います。でサイズの方ですね、こちらですね、7の表記になっております。男性でも、足が小さめの方とか、スリッポンタイプなので結構やっぱぴったりしたサイズ感で履くのがおすすめだと思います。履ける方男性でいると思いますね。そうマイサイズの方はぜひ押さえておいてほしい一足です。こちらお値段の方が98,000円に消費税になります。続いてヴィンテージデニムいきます。こちら501のビッグになります。裏面ですね、こちらパッチの方は、もう欠損していてかけらだけ残ってるっていう状態です。赤タブも擦れてはいますがビッグのものになっております。当然こちらシングルステッチになっております。でトップボタン裏、こちらの向きですね、2番の刻印が入っております。で状態としてなんですけれども、まずポケット入り口ですね、多少擦れてるっていうぐらいです。太もも部分とか大丈夫なんですけど、また下の方もこちら少しリペアが入っております。あと膝部分ですね、こちらちょっとダメージがき始めてるというところです。あと両膝ですね。でレングスに関してはオリジナルのものになっております。こちらですね、多少擦れてはおりますが、なんか雰囲気としてすごくいいかなと思います。プラス耳の当たりがしっかり出ていてかなりいい一本だと思います。で裏面もそうですね、こちらの方にも、お尻部分リペアが施されております。ただいいリペアですね、かなり丁寧に直されております。こちらもですねちょっと細かく、実寸のサイズの方がウエストは33インチのレングスも33インチです。さすがに僕にはちょっと僕にはちょっと合わないサイズにはなっちゃうんですけれども、僕より身長高い方は全然いらっしゃると思います。逆にこうたるませて履くっていうのも全然かっこいいと思います。お値段の方がこちら79,800円に消費税になります。続いてこちら501ダブル X になります。ダブル X なのでこちら隠しリベットもしっかりついております。でスレーキのリベットはこちらカッパーのものがついております。で裏面ですね、パッチの方も残ってはいるんですけれども、印字の方がちょっと読み取れない状態になってしまいます。でベルトループオフセットです。で赤タブも擦れてはいますがギリギリ残っております。で一番確認しやすいのがそうですね、こちらのボタンになるんですが、ちょっと映像で伝わるかわからないんですが足長 R が使われております。なのでそうですね、ギャラ入りの年代で間違いないかなと思います。57年頃から62、3年頃ですねのものになっております。状態としてこのポケットの入り口が多少擦れてて少し脱めなリペアがされてるっていう状態です。あとは股下とかは、ステッチが抜けてるぐらいでそんなひどいダメージはないです。でレングスに関してもこちらオリジナルのレングスではあるんですが、この当て布がされてるっていうちょっと、脱めなリペアがされております。こちらですね。で実寸のサイズの方なんですけれども、ウエストが33インチでレングスが28インチです。おそらくパッチ表記だと3630とかっていう表記なんですかね。この実寸、レングスがオリジナルで30インチ以下っていうのは本当少ないです。いい一本だと思います。こちらお値段の方が258,000円に消費税になります。続いてこちらも501ダブル X です。いやいい色ですね。こちらもダブル X なので隠しリベットついております。でこちらに関してはですね、赤タブの方もしっかりついているんですが、こちらが片面タブがついております。でパッチの方も、ほとんどなくなってはいるんですが、レザーパッチのかけらが確認できます。でこちらですね、本当いいのは、サイドのステッチを見ていただいても分かると思うんですけど、サイドは長いステッチです。でリベットですね、こちらのリベット伝わるかな、リベットの文字が中央に寄っております。というところでも40年代の WX っていうことは確定です。でプラス
こちらデニム全体を見ていったら分かるんですけども、ステッチの色はオールイエロー、つまり47モデルってところですね。めちゃくちゃいいですね。でダメージとかっていうところも特に見られないです。多少の擦れてるところはありますが、ステッチも全然まだ抜けてないです。でこちらのレングスの方もオリジナルのものになっていますね。めちゃくちゃいいと思います。実寸のサイズの方がウエストが30インチのレングスが33インチっていうところです。僕だとちょっとレングスはさすがに余っちゃうサイズにはなるんですが、履ける方めちゃくちゃおすすめです。47のこんないい状態なかなか入ってこないです。こちらお値段の方が79万8000円に消費税になります。おすすめです。週末にやっているウェブスペシャルの商品紹介をします。こちらディッキーズの G ジャンですね。タグの方がこちらになっております。でサイズ感でいうとそうですね、36ぐらいのサイズ感ですかね。ただいいのはこちら背中の方にバックルもしっかりついております。で僕だと正直、着用は難しいぐらいのぴったりとしたサイズ感にはなります。ただここまで色が残ってるものもかなりいいと思います。少ないですね。こちらお値段の方が49,800円の 20% オフになります。続いてこちらラルフローレンの解禁のシャツですね。タグはこちらの方です。サイズ表記は L 表記、100% レヨンのボディですね。で水色のボディ、このボディの色もかなり珍しいと思います。縮みを全然出ていなくて L 表記で僕はかなりゆとりを持ってきれる大きめのサイズ感にはなります。いいですね。こちらお値段が12,800円の 20% オフになります。続いてこちらですね、ヴィンテージのスウェットパーカーになります。タグの方は欠損しているんですが、グレーボディのシングルボディ使いやすいですね。でサイズ感でいうとミディアムから縮んでるっていうぐらいですかね。僕だとちょっと着用が正直難しいサイズ感です。こういった感じですね。本当女性とか着ていただきたいアイテムかなと思います。こちらお値段が12,800円の 20% オフです。続いてこちらガンジーセーターですね。こちらタグの方はこちらの方ですね。こちらの方にタグがついております。でサイズ表記の方はですね、こちら44っていう表記になっております。で状態としてもかなりいい状態です。特に目立った感じは見られないですね。で44っていう表記ですが、多少縮んでて僕がちょっとぴったりするかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段が9,800円の 20% オフです。続いてこちらも G ジャンになるんですが、ディッキーズ、こちらもディッキーズの G ジャンです。タグがこちら、先ほどのものより一発新しいプリントのタグになっております。でこちらに関してはバックルはついていない状態です。で、程度としてこちらちょっとリペアがされているっていうところにはなります。であとはこういった色落ちがしているってところですね。ブリーチですかねっていうところですね。こちらの方にもリペアがされております。でサイズ感でいうと38から縮んでるぐらいのサイズ感です。こちらもちょっと僕は正直小さく感じるサイズ感にはなってしまいます。お値段の方が19,800円の 20% オフです。ベルベジンの方で買取委託販売の方を行っております。何かご不明な点あれば、お電話で対応いたしますので、店頭までよろしくお願いします。